皆さんこんにちは、シンです。今回の動画はですね、難民というところについてお話ができればと思います。前回はね、この移民の話をさせてもらったんですけれども、この難民っていうのは厳密には移民のカテゴリーには入るので、本来移民の動画でカバーするべきだったんですけど、結構ボリューミーな、形になってしまったので、この難民と移民っていうのは、あえて分けさせてもらいました。で今回初めて、私の動画をご覧になられる方でもですね、前回の動画を見てなくても、多分今回の話は、すっと頭の中入ってくるんじゃないかなというふうには思っております。で難民も難民でちょっとややこしいんですけれども、例えばその戦争が起こっている地域から避難してきた方々も難民っていうふうに考えることができますし、政治的な亡命者、政治的かどうかは別として亡命してくる方っていうのも、難民のカテゴリーには入るんですけれども、今回はあくまでも、この例えば戦争している地域から逃れてきた人たちを難民として扱わせていただきます。で、ちょっと余談なんですけれども、この動画を今撮影しているタイミングではですね、まだその移民の動画っていうのをアップしてないので、そちらでいただいたコメントだったり、ご指摘っていうのは、ちょっと今回の動画には反映はできないので、その点だけちょっとご了承ください。ということで、前置き長くなってしまったんですけれども、本題に移りたいと思います。今回もですね、前回同様、ポッドキャスト形式で、過去の素材とかを使っていきながら動画を作っていきたいと思います。背景がこんな感じなんで、これを見てても、多分しょうもないんで、はい、というところで早速本題に行きましょう。で、今イギリスにはですね、難民というのが多くいまして、24年と25年のデータを見たときに大体80万人前後の数字になっています。この数字は難民認定の数、そして認定待ちの数を合わせたデータになっています。で、難民認定が降りた数だけを見ると50万人はいるので、絶対数で見ても決して小さい数字ではないのかなというふうに思います。前回の動画でですね、そのイギリスにおける移民の数は6人に1人という表現を使いましたが、今回も同じ形で表現すると100人に 1.6 人という計算になるので、移民と比べるとまだまだ少ない印象はあります。では少し時間を遡って、そもそも難民っていつからイギリスに出始めたのかというところを見ていきます。直近の100年200年って見ていった時に、前回の動画でもカバーしたユダヤ系の方々が最初のグループの一つです。で、おさらいすると1880年代から第一次世界大戦にかけて多くのユダヤ系の方々がイギリスに来ていて、当時ロシア帝国、そしてポーランドあたりではポグロム、ユダヤ系民族に対しての迫害というのが起こっていて、前回は移民というカテゴリーで紹介していたのですが、事象が事情だけに下手したら難民の方が正しいカテゴリーなのかもしれません。ただ大量に押し寄せるという意味では、1600年代、フランスのユゴノーというプロテスタント信者の方々が、記録としてありますが、ちょっとこちらはね、少しばかり遠いお話なので、このお話については割愛させていただきます。そして第二次世界大戦中、大戦後もですね、難民の受け入れというのが記録されていて、ベルギー、ポーランド、ウクライナをはじめヨーロッパの国々からの難民がイギリスに来ていたと言われています。当時ナチスドイツから逃れるため、これらの国々の難民の中にはユダヤ系の人々も多く含まれていたんじゃないかなと思います。そして時は進み、70年代多くの難民がイギリスに来ることとなります。まずウガンダにいるアジア人が難民としてイギリスに押し寄せました。当時イディ・アミンという方がクーデターを起こし大統領に就任してからアジア人を追放します。ここで指すアジア人は主に南アジアの人で、インド、パキスタンなどの方々を指します。で、そもそもなんで南アジア人がウガンダにいるのっていうところだけを簡単にご紹介すると、大英帝国が世界のいろいろな国々を植民地として統治していた時代に、労働力が必要ってことで、同じイギリスの植民地、いわゆるイギリス連邦から労働力を集めては彼らを他の連邦国に連れて行って働かせていたんですよね。なので例えばジャマイカだったり南アフリカ、モーリシャス、シンガポールなど、多くの国々にですね、南アジア系の人がいるんですけれども、そういった方は、このシステムでそこで定住していったようです。
で、話を戻すとですね、ウガンダでクーデターを起こしたイディ・アミン大統領は、アフリカ化というのを目指していたそうで、言い換えるとアフリカ人じゃない人たちへの差別というのが、この追放事件の一因と僕は理解しています。で、もともとウガンダってイギリスの植民地ではあったんですけれども、連れてこられた南アジア系の方々というのはイギリス国籍扱いでしたと。そして急に追放されても、彼らの行き先っていうのがないので、南アジア人の方々はイギリスに助けを求め、どうにかしてっていうような状態だったらしいんですよね。で、一応イギリス連邦という意味では移民にカテゴライズされやすいと思うんですけれども、自発的にウガンダを出ているわけではないので、難民の枠に入れさせてもらって今回ご紹介しています。で、当時ウガンダからイギリスに来た難民の数というのは推定で27,000人いたそうです。で、当時イギリス政府はですね、このウガンダからの難民をウェルカムとしていたのかというとですね、そうでもなかったみたいで、どちらかといえば受け入れたくなかったのが本音だったそうなんですけれども、政府内、そして国民からの反発とかもあり、仕方なく受け入れた状態でした。これは人道的な意味での受け入れというよりかはですね、植民地を推し進めていた国の責任だよねっていう方の意見が強かったみたいです。ちなみに当時のイディ・アミン元大統領はカンボジアのポル・ポトとも比較されるほど残虐的だったと言われています。で、僕はイディ・アミンについての知識ってそこまで把握しているわけではないので、ご興味のある方はぜひ調べてみてください。そしてその後、反共産主義という意味合いを含め、ベトナム戦争で影響を受けたベトナム人の方々、約2万人を難民として受け入れましたし、ボスニア・ユーゴスラビアにおける紛争ではイギリス国内からの関心も多くてですね、ヨーロッパの一員として何とかせなっていうので、そこでも4000人の難民を受け入れていました。で、90年代以降難民に対しての考えというのが、イギリス国内で少し変わり始めたんですけれども、それまでは仕方ないよね、道徳を優先するべきだよねっていう考えだったらしいんですよね。で、これが少しずつですね、本当に受け入れる必要ってあるのっていうような声が出始めるそうです。この変化はどこから来てるのかというと、当時アフガニスタン、イラク、スーダン、ソマリアなどの国々からですね、難民が多く押し寄せるんですけれども、許可も下りてないのに勝手にイギリスに上陸する、いわゆる違法の難民が出始めたんですよね。で、もちろん彼らは難民という意味では、難民で間違いないんですけれども、これってどうなのっていう状態になります。そして2000年代初頭までこれら国々から60万人弱の難民が難民認定の申請をしたそうで、ここから難民の波というのが本格的にやってくることとなります。ただ認定率というのが 40% 前後というふうに言われているので、実際は24万人弱という数字が、認定が下りた数字っていうふうに、理解するべきなんじゃないかなと思います。とはいえ冷静に考えて24万って膨大な数字ではあるんですけどね。で、いろいろな国がね、その難民の行き先としてある中で、じゃあなんでイギリスに来たんっていうのがポイントとしてあるんじゃないかなと思います。で、よく言われているポイントは3つあってですね、それぞれ、ご紹介すると、まずは人権に対しての尊重をしているという点、あとは英語が通じるっていう点、そして何かと公平的である点が挙げられるそうです。今の3点ね、アメリカとかカナダにも通用することではあると思うんですけれども、不法難民含め、イギリスって彼らからすると、比較的行きやすい国なんですよね。もちろん南米からの難民というのは北アメリカを目指すのと一緒で、アフリカや中東からすると、イギリスの方がアクセスはいいっていうふうに言えるんじゃないかなと思います。そして今日においてはウクライナやパレスチナからの難民が来ているっていうような状態なんですけれども、90年代以降の難民受け入れに対しての反対の姿勢は依然続いているような状況です。特に今、移民・難民反対派の間でよく聞くのは、難民より先に自国民を優先して受け入れは後回しだよっていうような、大文句というか意見っていうのがあります。で、厳密にはですね、その難民として来ていても、その難民認定が通るまで難民の方々って市民として扱われないので、かなりもやもやした状況にあるんじゃないかなと思います。で、難民認定が通るまで何ヶ月何年ってかかるらしいんですけれども、その間政府からある程度の資金援助っていうのは出てはいますが、基本的には外行って働けませんし、その命の危険や疫病を除きですね、基本無料で診察できません。
そうするとある意味飼い殺し状態に近い気はするんですよね。それで何ヶ月何年も待って、認定が通らなかったら、それはしんどいと思いますよ。ただ困ってない人、例えば僕みたいな人が、しんどいよねっていう感情は間違いないと思うんですけど、その難民の方々ってそれこそ紛争地域で生活していて、いつ殺されるかわからないような状況でいたりしているので、そういった視点から見ると、この方がよっぽどいいんじゃないっていうような考え方もあるんじゃないかなと思います。で、ちょっと脱線してしまったんですけれども、これまで難民の歴史を見ていくと、なんとなく人道的な考えだったり、過去の償い、そして周りからのプレッシャーっていうので、難民をどんどん受け入れていた気はするんですよね。ただ難民が多いからって、それって悪い話なのかって言われると、そうでもないと僕は思っていて、もちろんこれは理想論なんですけれども、その移民と同じ感じでですね、結局自国における市民を増やせるわけですから、労働の現場で彼らへの需要がある前提ではあると思うんですけれども、ある意味理にかなっているケースもあれかもしれませんが、あるんじゃないかなと思います。で、前回移民の動画でも触れたんですけれども、改めて今回の動画含め、前回の動画におけるその移民と難民の違いをここで簡単にカバーしておきたいんですけれども、その私の中での移民と難民の大きな違いというのは生活保助を受けられるかどうかです。移民は基本的に生活保助を手厚く受けられるような状況ではなくてですね、その難民認定が通った難民はイギリス人と同様の生活保護を受けられるっていうふうに僕は考えているんですよね。で、総じて言うと難民認定が通った人というのが前提なんですけれども、移民より手厚い保護を受け入れられるというふうに考えていて、そこはやっぱりその移民との違いなんじゃないかなというふうに思います。で、確かその不法の難民含め難民認定の結果が出るまで政府から仮の住まいって、提供してもらえるんですよね。で、それに加え毎日7ポンド前後の資金援助があるっていうふうに言われている中で、それがイギリスの国民に負担になっているって言っても反論しにくいんじゃないかなと思います。というのも正規ルートでイギリスに来た難民ならまだしも、その不法にイギリスに入国して門前払いされた難民除き、難民認定の申請をしたタイミングで保護対象となるわけですから、その今ご紹介した住まいの援助だったり、資金援助が出ているから、それはイギリス国民からすると、その難民、特に不法の難民に対しての不満はすごくわかる気はします。で、ここでもう一回簡単に触れますが、去年イギリスで、移民、難民に対してのデモが暴動化した事件は起こっていたものの、現在イギリス国内では移民難民の賛成派の意見というのが、やっぱり多くあるようです。で、統計法が正しいっていう前提でお出ししますが、84% のイギリス人は難民受け入れの姿勢に対して賛成はしていてですね、55% の国民っていうのは、難民がイギリスにちゃんと貢献をしているというふうに思っているらしいんですよね。なので今のところこのデータを見る限りですね、イギリスは難民に対して比較的寛容的だと言えるんじゃないかなというふうに思います。で、難民認定が通った人たちをここで簡単に見ていきたいんですけれども、実際どれぐらいの人たちが認定されているのかを見ていくと、24年のデータではあるんですけれども、47% の人たちが認定されているそうです。ただこの数字は過去数年間見ていったときに結構振れ幅というのがあって、ここ20年で見ると、下が 29%、高くても 41% というふうに言われていたみたいなんですよね。なので去年の 47% というのは、かなり高い数字なんじゃないかなと思います。で、全員が全員とは言えないんですけれども、認定が通った方々って普通の生活をしたいわけですから、まず仕事を探します。現在言われているのは認定が通ってから仕事に就けるまで平均9ヶ月かかっているそうです。で、これにはいろいろ事情というか理由っていうのがあって、言語の問題だったり、需要の問題だったり、精神的な問題だったり、いろいろありますと。ただ難民認定が下りたからって人生バラ色かって言われると、そういうわけでもないみたいで、認定が通った難民の無職率、いわゆる失業率っていうのはイギリス国民の4倍にあたる 18% 前後っていうデータもあるんですよね。そして仮に仕事が見つかったとしても、その賃金っていうのはイギリス人ほどもらえてないっていうデータもあってですね、私が見つけたものだとイギリス人の週平均の半分ぐらいが彼らの収入っていうふうに言われてるんですよね。もちろんこれは職種だったりスキルセットにもよると思うんですけれども、難民の全員がイギリス人の半分かって言われたらそれは違うと思います。
で、イギリスの所得税についてはですね、別の動画で簡単に、紹介しているんですけれども、賃金がイギリス人の半分っていうような数字で計算すると、実際どれだけこの難民たちが税金を納めていて、イギリスのために、貢献しているのかっていうのはまだ少し疑問は残るところではあります。ただこれは以前の動画でも触れたんですけれども、政府から資金援助されてないっていう前提で、イギリスで日々生活しているっていう時点で何かしらの経済的な貢献っていうのはできているんじゃないかなというふうには思います。で、次に就職できなかった難民について触れると、失業状態でいるわけですから、理論上政府から補助金が出るようになってるんですよね。ただ就職している方でも低賃金だからっていうのが認められると、仕事をしていてもですね、資金援助っていうのがされるようなシステムになっています。ただ生活補助を受けられるにはですね、これまたいろいろ条件だったり審査っていうのがあるらしくてですね、難民の方全員が全員お金をもらっているのかっていうと、そうでもないみたいです。なので生活が苦しくなっちゃって、それで犯罪に手を出すっていう形になったとしても正直そこまで驚きませんし、現にそういうケースもあります。そしてたまに難民がイギリス人の仕事を奪っているとか、難民がイギリス人の税金を享受しているっていう声も出てるんですけれども、これまでご紹介した情報ベースで言うと、彼らの言い分も一理あるんじゃないかなというふうに思います。そして難民における課題について触れると、やっぱり人種差別が一つあるんじゃないかなと思っていて、生活面でもそうですし、仕事面でも差別というのは起こっています。前回の動画でですね、国籍はイギリス人なんですけれども、親がインド系の方で、名前が南アジア系の名前の人を簡単にご紹介したんですけれども、その人が仕事を探していた時にですね、書類選考で落とされるっていうお話があったんですよね。で、イギリスはですね、基本的に履歴書に顔写真っていうのは載せないので、名前である程度その人がどういう人種なのかっていうふうに分かるようにはなっていて、その人がですね、その履歴書の内容を変えずに、名前だけをイギリス人っぽい名前にして、同じポジションに再応募したら書類審査通ったっていうお話があるんですよね。少し感慨深いお話ではあるんですけれども、これは必ずしも名前が南アジア系の人だから引っかかったっていうことは、確証はないんですけれども、現にこういうことが起こっているっていうこともちょっと否めないような状況です。で、動画の冒頭の方でですね、イギリス連邦の国々の難民が来ているっていうお話をしたんですけれども、結局イギリスに来ている多くの難民の方々の出身って、イギリスが過去にその国の内政に干渉した国々の人たちなんですよね。なのでそういう意味ではパレスチナっていうのはすごくいい例だと思うんです。で、個人的なお話にはなるんですけれども、仕事で知り合ったパレスチナ人の方っていうのがいるんですけれども、その方はですね、今普通にロンドンで会社員として働いていて、本人はずっとパレスチナで暮らしていきたいっていう方なんですよね。で、あの地域もですね、イギリスがもろに干渉した過去っていうのはありまして、今日もあそこでバチバチやってるのってある意味、イギリスがきっかけなわけで、私の知人含め、パレスチナにもともと住んでいた方々っていうのは、戻れるような状態になくですね、仕方なくイギリスで暮らしているんですよね。で、もちろん他の国に行くっていう選択肢もあったかと思うんですけれども、さっきもお伝えしたようにですね、イギリスって難民にとっては比較的寛容的ですし、アメリカ、カナダは少しちょっと遠すぎますと。そしてこれはどこ行っても共通するお話なんですけれども、自分の国から出たっていうので、よそ者っていうレッテルを貼られてしまうのがやっぱ現状なんですよね。なので、そういう人たちがイギリス人からお前ら自分の国に帰れみたいなことを言われたらですね、それはもうたまったもんじゃないと思います。ただですね、以前公営住宅の動画でも軽くご紹介したんですけれども、移民難民が現地人より優先されて入居できたっていうケースがあるんですよね。もしこれが本当のお話なのであればなんですけれども、そこはどうしても僕は現地人よりの姿勢を取っちゃいます。
だって事情はどうあれ、その移民難民が先に待っていた現地人に入居できるっていうのは、ちょっと思うところはあって、結局その先に難民に屋根を与えるっていうのは、人道的にはすごくいいお話ではあるんですけれども、イギリスってその秩序だったり、並ぶ文化があるわけであって、それが破られているっていうのは、ちょっとっていうところは思っちゃいます。で、ここも前回の動画でも軽く触れたんですけれども、一部マスコミ、コンテンツクリエイターの間ではですね、ネタとしてその移民難民における荒探しをしているのをよく見かけるんですよね。もちろん発信している内容が事実なのであれば、それはそれで全然問題ないと思うんですけれども、反感を煽るような形で見せているケースもあってですね、少し思うところはあります。以前ブレグジット支持者の動画でも軽く触れたんですけれども、そのナイジェル・ファラージュっていう政治家がいて、その方はですね、結構その移民難民を非難するコミュニケーションをとっている方なんですよね。で、現在もですね、消極的な考えっていうのは、変えずにいて、この方はですね、特にその右の方たちの間ではかなり人気がありますし、ブレグジットは成功しているので、彼の最終ゴールに近づいているっていう認識をしてもいいんじゃないかなと思うんですけど、実際ブレグジット後の方がですね、移民の流れというのが一気に増えていて、ちょっと本末転倒じゃないですけど、課題は山積しているなと、外の人間からして思います。で、私はその政治的なお話にはあまり興味もないですし、ちょっとその社会性のお話が好きであって、ナイジェル・ファラージュさんに対して、肯定する気もなければですね、否定する気も、ないです。そして難民の全員が全員いいやつと言ってるつもりも全くなくて、その現に、不法難民が大量だと思うんですけれども、よく目にするのはそのフードデリバリーの現場で働いているというようなものがあってですね、その違法でフードデリバリーの仕事をしているっていうところもそうですけど、彼らの審査って甘くなってるんですよね。なので仮にトラブルが起こったとしても、その彼らを追跡するのが難しくなっているようになっているので、ちょっとそこは心配です。で、現在イギリスにあまりにも多くのですね、難民が押し寄せちゃってるっていうので、政府の難民認定の審査っていうのがかなり遅れてるらしいんですけれども、その難民用の宿泊先っていうのが足りなくなっちゃってて、政府は仮の宿泊先としてですね、地方のホテルに送り込んでるみたいなんですよね。で、言うまでもないと思うんですけれども、そのコストを支払っているのって、税金を払っている国民になります。で、一説によるとですね、このホテルのコストっていうのは、1日約500万かかっているっていうふうに言われていて、難民なんて知らん、自国民に税金を使ってくれっていう現地人の意見はすごくわかる気がします。で、その怒りをですね、政治家だったりネットで、発散するっていうのは全然いいと思うんですけれども、一部人たちの間ではですね、直接この難民が泊まっているホテルに突撃してですね、抗議をしているっていうニュースも見るんですよね。で、その気持ちはわからんでもないんですけど、結局政府が彼らにそれを提供しているっていうので、その不法難民じゃない前提ですけど、難民は何も悪くないんですよね。なので矛先を向けている対象がちょっと違うんじゃないかなっていうふうに僕は思います。で、やっぱりその現在多くのイギリス国民が移民、難民、特に不法難民に対してよく思っていませんと。で、政府もそれは認識していて、ここ数年新たに法律というのを変えていて、例えば、直訳しているので正しいかどうかわからないんですけれども、2023年にですね、不法移民の法律ができたり、2024年にはルワンダ安全保障みたいな法律ができています。で、それに加え、今年また新たな条例っていうのが出されて、その不法ルートで入国した人は、難民認定が通ってもですね、永久的に市民権を上げないよみたいな内容とかもあったりしてですね、どこまで実際に難民に対して対策を打っているのかっていうと、ちょっと見えない部分はあるんですけれども、一応見える形でのその政府の対策っていうのはあるみたいです。で、現に去年の7月から今年の1月にかけてですね、1万9000人の不法滞在者が強制送還っていうふうに言われていて、政権交代してからですね、新たに1000人のスタッフっていうのを入国管理に当てているというようなニュースもあります。たださっきマスコミの部分で触れたんですけれども、こういうニュースってある意味ポジなニュースだと思うんですよね。なんですけれども、その難民を非難するニュースの方がどうしても多く映っちゃってるんじゃないかなというふうに思っていて、そこどうなんだろうっていうところはあります。
で、正直難民についてはですね、移民より少し難しい話だと思うんです。というのも、そのいろんなしがらみで難民を受け入れをしているわけですから。例えばその国連の難民条約とかがある中で、その真っ向から難民はいりませんって言える立場でもないですし、これまでそのよその国の内政に首を突っ込んでおいて、その国々がめちゃめちゃになって難民が出てきて、それを門前払いするっていうのもちょっと倫理的にどうかっていう点もあるので、そこもね、その真っ向からいや無理って言えるような状況ではないと思うんですよね。じゃあ倫理観を捨てて自国は自国、他国は他国っていう路線もどうかと思うんですよね。確かにそのブレグジットはしているので、EU の方針に従う必要はないと理解してるんですけれども、どうも特にこの移民難民についてはですね、アプローチが EU と似ている部分はあるのかなと思っていて、本当にブレグジットした意味あるのっていうところは気になります。もしね、その視聴者さんの中で EU 在住の方々がいればですね、ぜひ現地の状況というのをですね、教えてほしいなと思っております。で、率直にこの世の中の情勢を見ている限り、とてもじゃないですけど、いう方向に世界は進んでいると今のところ思えなくてですね、現在も各地で紛争だったり戦争が起こっている中で、今後も難民が増えてくる気がしてしょうがないんですよね。となった時に、これまでその難民受け入れに厳しかった国は依然厳しいままでいるだろうし、寛容的だった国はガラリと政策というか、方針を変えない限りですね、受け入れるしかないと思ってるんですよね。なので今後、そのイギリスをはじめ難民に対して寛容的な国々は難民に対してより厳しい審査をしていく。イギリスは現にしてるんですけれども、それでもやっぱり難民というのはこの数年、減少傾向にはないんじゃないかなと思います。で、もちろんね、その世界が平和に向かっていくと、おそらく難民の数っていうのも減ると思うんですけれども、実際どうなのかというところですかね。で、僕個人的な意見ではあるんですけれども、イギリスって結構その道徳を重視する国だと思っているし、秩序というところもかなり意識していると思うんですよね。なので一部イギリス国民からするともやもやするのはあるかと思うんですけれども、他国と協力協調していきながらですね、やっているっていうのはすごくいいことだと思います。ただ本来差別はあまりしない印象のイギリスが、最近差別で社会、国が分断しているようにも思えてきていてですね、正直この世の中、分断はイギリスだけの課題じゃない気もしているんですけれども、みんなと同じような感じでですね、その国内における分断っていうのが顕著化しているイメージはあります。で、ブレグジット支持者のお話もう一回出しますけど、あの動画の中でですね、良くも悪くもイギリス、ましてや世界を抜本的に変えられる政治家、政党がこれから出てくるのかどうか、本当に気になるところですかね。で、何度も申し上げてるんですけれども、僕は政治的なお話より社会的なトピックスが好きなので、ちょっとその政治的なお話は疎いんですけれども、今撮影しているのって5月後半なんですよね。で、ここ数週間そのトランプ大統領のニュースをよく見るんですけれども、あの方はですね、この何週間発言が二転三転していて、来週また違う、ことが彼の口から出るんじゃないかなと思いながら、ニュースを見てるんですけれども、あれが正しいかどうかは別としてですね、その姿勢っていうのは少し新鮮な気はしています。で、前回の動画と少し似たまとめ方をしますけど、今回もですね、なるべくイギリスの現状を客観的に皆さんにお伝えしたわけであって、その難民を支持するのか反対するのかっていうのは全然私はこう思ってほしいって言ってるつもりはなくてですね、あくまでもファクトだけを提供して、この動画含めいろんな動画を、ニュースだったりご覧になられている、視聴者様もいると思うので、最終的にどっちに舵を切るのかっていうのは、本当に皆さん次第だと思っております。で、今回の動画はですね、こちらで以上となります。不定期でやるこのモノローグシリーズ、今回は移民と難民のお話についてでした。で、私事で申し訳ないんですけれども、今週からですね、またロンドンの方に戻る準備とかをしなきゃいけなくて、結構バタバタしているんじゃないかなと思うので、ちょっと来週というか次回の動画は少し遅れて出させていただくかもしれませんので、その点ご了承ください。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございます。